長らえば人の心も見るべきに、梅雨の命ぞ儚かりけり。応仁の乱により弱まった室町幕府の権威。そんな室町幕府の権威回復のため、足利義久は軍勢を率いて近江へと出陣します。生涯戦乱の中で生き続けた若き将軍足利義久はどのような人生を歩んだのでしょうか。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は足利義久についてお話ししていきます。足利義久が生まれたのは1465年、足利義政と日野富子の間に生まれました。生まれた2年後に応仁の乱が始まっていますので、義久は幼い頃から戦乱の中で生きてきたことになります。その頃の義久については応仁の乱の動画で触れていますので、今回の動画ではそれ以降の義久についてお話ししていきます。それでは足利義久の将軍就任から見ていきましょう。1473年、足利義久が足利義政の後を継いで室町幕府第9代将軍となったのは応仁の乱の最中でした。とはいえ将軍となった当初の義久はまだ9歳、現代でいうと小学3年生の子供です。政治を行うことはできません。ということで母の日野富子とその兄である日野勝光、彼らによって政治が行われていき、特に重要な案件は父の義政によって判断が下されていきました。要するに両親と叔父が代わりに政治を行ったということです。この段階で特に中心的な存在だったのは日野勝光で、彼に賄賂を渡さないと裁判を起こすことすらできないというような状況だったそうです。しかしそんな日野勝光が死んでしまい、幕府の実権は勝光の妹である日野富子に移るのでした。こうして日野富子が日野勝光の後を継いだので、今度は日野富子のもとに賄賂が集まってくるようになります。日野富子はそのようにして集まったお金を使って応仁の乱を収束させていくのです。その後義久は成長し、政治に意欲的になっていくのですが、再び父の義政が政治にやる気を出し始めたことにより、なかなか政治の実権を譲ってはくれませんでした。早く政治を行いたいと思っている義久は何度か出家すると言って抗議しています。今ではよくわからない抗議の仕方ですが、この頃の偉い人の中では結構よくあることだったらしく、義政も出家すると言って何度か抗議した過去を持っています。この頃の義政としては足利義満のような大御所政治を行いたかったのでしょう。義満は将軍という立場だとなかなか自由が利かないので、自分の息子である義持を将軍にして自由な立場となり、裏で政治の実権を握るという平安時代の院政に似た構造で政治を行っていました。義政はそれを息子の義久で再現しようとしたのです。なかなか実権を譲らない義政と、依然として口出ししてくる日野富子に反抗期となっていく義久でしたが、花の御所が消失したことにより独り立ちのチャンスを得ます。最初は親子ともども小川の御所へと引っ越したのですが、同居するには小さすぎるということになり、義久だけ別の屋敷に移ることになったのです。こうして義久は伊勢貞宗の屋敷で政治を執り行い始めます。義久念願の独り立ちです。これでやっと政治が行えると思いましたが、まだ義政は実権を譲りません。義久はさらに不満を募らせていくのでした。この頃足利義政はかねてよりの念願だった山荘の建築を開始します。こうして建てられたのが現在京都の東山にある銀閣寺です。先ほど申し上げた通り、義満の大御所政治を参考にしたのでしょう。妻とも仲が悪くなり、息子にはうざがられる、そんな状況に義政は孤独を感じていたとも考えられます。銀閣寺は足利義政の最後の拠り所だったのかもしれません。しかし義満が金閣寺を作った時とは状況が違いすぎました。義満の頃は室町幕府が日民貿易でイケイケだった頃、義政の頃は室町幕府が応仁の乱でボロボロだった頃です。山荘を建築するのには莫大なお金がかかりますので、義政はお金を稼ぐために政治に関わり続ける必要がありました。一方義久はというと、義政が小川の御所からいなくなりましたので、それと入れ替わりで小川の御所に入ります。
さっさと政治から引退してほしい義久と、まだ政治に関わりたい義政、富子、この対立構造はまだ続いていくのです。こうして義政の介入はだらだらと続いていきますが、やっと義久に権限が渡され、ついに足利義久は大仕事に出ます。六角征伐です。この頃、近江の国の六角高頼という武将が勝手に他人の土地を奪っているという知らせが入っており、これを受けて足利義久は六角氏を倒そうとするのです。足利義久として有名なこの肖像は、この時義久が近江へと出陣する姿を描いたものです。晴れの舞台で意気揚々と進軍する義久の姿は、都の人たちの目を釘付けにしたことでしょう。こうして京都を出発した足利義久は、東坂本に陣を張り、後に琵琶湖を渡って曲の陣に布陣します。ついに義久は両親と別れて近江で政治を執り行っていくようになるのです。しかし討伐対象の六角高頼はすぐに姿をくらましていなくなってしまいました。その逃亡を助けたのは細川正元だったと言われています。しかし細川正元は幕府内部の有力者です。将軍である義久からすれば細川正元は仲間のはず。なぜ細川正元は義久の邪魔をするようなことをしたのでしょう。それにはこの六角征伐の裏の目的が関係してきます。先ほど申し上げた通り、この六角征伐は勝手に他人の所領を奪っている六角高頼を倒すというのが表向きの目的でした。事実、京都のすぐ近くに将軍の命令を聞かない大名がいるということは、幕府の威信に関わる問題だったので、目的の一つとなっています。しかし、足利義久の頭の中には、裏の目的として、将軍の軍事力を見せつけて、幕府の権威を取り戻すという目的があったのです。義久は応仁の乱で落ちてしまった幕府の権威を取り戻す必要があったのでした。しかし、将軍が権威を取り戻すとなると、困るのはその下で働いている守護大名です。力を持っていた室町将軍としては、義満や義則が有名ですが、彼らは守護大名を攻撃して勢力を弱めることで、相対的に将軍の権威を高めています。つまり、義久が将軍の権威を回復したら、守護大名である細川正元などは攻撃される可能性がありました。そういうこともあって、正元からすると、義久にはお飾りの将軍でいてほしかったのです。細川正元が六角高頼の逃亡を手助けしたり、幕府の軍勢を撤退させるのを提案したりした理由はこれでした。その後も義久は近江にとどまり、六角高頼を探し続けていましたが、一度逃げた六角高頼が見つかることはなく、遠征は長期化していきました。近江へと出陣してまだ2年に満たない1489年、足利義久は出陣した先の近江で病死してしまいます。まだ25歳という若さであり、義久にとっては親の手を離れていよいよ自分で政治を執り行うという重要なタイミングでした。義久は死の間際3つの時世の句を残しており、冒頭で紹介した歌がその中の一つです。平和な世の中を実現しようとする大きな志を持った将軍の儚い梅雨の命はこうして戦地で消えてしまいます。義久の遺体は京都へと帰ってきて火葬されました。京都市にある大光明寺、ここで足利義久は今も長い眠りについています。